こんにちは、プリンセスモナコです。今日はね、以前キャベツの発酵食品したんですけど、今日は玉ねぎの発酵食品したいと思います。料理研究家の浜本さんっていう方がネットで私調べたんですけど、なんか玉ねぎの発酵食品を、してね、で NHK のテレビに出てたんですって。でその発酵食品が体に良くて、特に腸にいいんですって。ザワークラウトみたいで、それでね、いろんな調味料に使えるんですって。それで真似していきたいと思います。お魚にもお肉にも野菜にも合うそうですよ。このね、野菜の植物性の発酵食品はね、動物性のそれと違って腸に届きやすいんですって。だからヨーグルトとかよりももっと腸に届きやすいみたいですよ。それでしたいと思います。体にも良さそうだし、調味料にね、いろんな料理に使えるなら取っておいたらいいと思ってね。細かく切って細かく切って塩とね、お水に入れて、でこれに入れて、冬は1週間ぐらいですって。冬はね、1週間ぐらい置いとくと、ちょっと玉ねぎにするから眼鏡をしようと思ったらなかった。まあいいわ。じゃあしていきますね。目をつぶって。あれ違ったっけ。玉ねぎを細かく切って、玉ねぎの量の 7% ぐらいの塩と水は 100cc ほど入れてね、ただ密閉しておくだけね。で酢の物とか炒め物とかお肉とかお魚とかに使えるんですって。スープとかね。いや、これはしとこうと思って。ザワークラウトもね、すごくキャベツの発酵させたのなんですけど、それもすっごく私重宝してるんですよ。いろんなことに使えてね、腸にもいいのでね。だから玉ねぎも助かると思って。この玉ねぎは 230g ぐらいあるので、7g ぐらいの塩を混ぜたいと、塩をね混ぜたいと思います。ちょっとこれね、フードプロセッサーとかダメか刻むんだもんね。よいしょ。結構力いる。ちょっと力いるんです。力いるけど頑張らなくて。よいしょ。発酵食品は同じ発酵食品に合うんですってね。だから納豆とか味噌とかの料理に合うそうなので、すごく重宝しそうですよ。よいしょ。目あんまり痛くない。どうしてでしょう。玉ねぎしてるのに。後から来るのかな。後から来たら嫌だわ。もうやめようかな。よいしょ。なんか目にきそう。はい。これね、キャベツのザワークラウト、もうこんなちっちゃい少しになって、もっと大きい瓶だったんだけど、じわっと目にきました。もうやめよう。目が痛いのは困るわね。玉ねぎはなんか目が痛いのが嫌。
わあ、これでも細かくしなくちゃ。ちょっと刻みますね。みじん切りにしなさいっていうことなので、みじん切りじゃないけど、これ細かいから一緒でしょう、きっと。もうやめましょう。もっとね、よいしょ。いっぱい切りたい方は切ったらいいかもしれない。私はもういいわと思いますわ。もっと隠さなくっちゃね。よかったらまたしましょう。今回初めてなので。よいしょ。はい、これにね、塩。ちょっと少なかったから 5g にしよう。玉ねぎちょっと少なかったから 5g。 よいしょ。水もねちょっと少なかったから90ほど。80ぐらい入れますね。水使ってないとね、腐りやすいっていうか、だから水になるべくつけておいた方がいいんですって。水入れて、はい、揉みました。美味しい調味玉ねぎはただでさえ甘いですもんね。何にでも使うもんね。だからきっと重宝しますよこれと思ってしてみました。わ、目にきてる。水が浸かるようにこうなんちゅうの、ぺっちゃんこにぺったら濃くしました。これでね、夏は一日でもできることあるそうですよ。温度高いから。冬は1週間ぐらいとかって言ってました。冬はね、もう寒いから冷蔵庫入れなくても全然大丈夫。はい、これをね、いろんな料理に使いましょう。特にお味噌汁、スープ、納豆。わあ、楽しみ。よいしょ。作るの簡単ですもんね。ただ刻んで、ほら、水と塩入れただけですよ。これで1週間ぐらい置いたら玉ねぎの美味しい調味料ができて、腸にもいい。ただでさえね、玉ねぎは血液サラサラにしますもんね。できた。はい、今日はそういうわけでちょっと目が痛くなりましたけど、玉ねぎの発酵食品の準備しました。はい、プリンセスモナコでした。今日も見ていただいてありがとうございました。